ということで、こんにちは、ドクターウルスです今日はですね、魔女の宅急便、スタジオジブリ作品、宮崎駿監督の、実は宮崎駿監督のアニメーションの作品群の中で、実は、魔女の宅急便前と宅急便後でちょっとねやっぱ違うんですよ、スタンスが。今日はちょっとその辺のお話をしたいなと思います。基本的な情報の確認としてですね、まず魔女の宅急便は宮崎駿監督がカリオストロの城、ルパン三世カリオストロの城をやりました。で風の谷のナウシカやりました。で天空の城ラピュタやりました。で隣の外やりました。でこの4つを作り終えた宮崎監督が自分の中でこういったやりたいこと、俺ならこうするのにみたいなのをやりきった作品群なんですよ。でそれを終えたところでなのでアニメーション作家として一通りやることやったと。でそれでスタジオジブリを終えようとしてたんですよ。でもうやることやったし、でなんか本人の持論としてスタジオなんか同じスタッフで長年作り続けるとろくなことにならないっていうのが本人の持論としてあったらしくて、スタジオジブリももうずっと作り続けてきちゃったので、もうこれはよくないからもう解散しようっていう話実はなってたんですって。でそれで鈴木敏夫プロデューサーがダメっつって逆に面白くなってきたから違うベクトルで面白くなってきた、これは続けようで、スタジオジブリが継続することになるらしいんですけど、でその時にトトロとかを作ってた蛍の墓とか、トトロを高畑勲監督と宮崎駿監督が同時並行で作ってる時に企画として持ち上がったのが魔女の宅急便なんです。で宅急便っていうのは黒猫大和の登録商標なんですよ。だから宅急便って使う以上は、黒猫大和宅急便の許可をもらわないとダメなんですよね。でそれを原作の時点でもう魔女の宅急便ってタイトルつけてやってましたからでアニメ化をしましょうってことになった時に、宅急便っていう名称の時点でもアウトなので、黒猫大和の宅急便の権利を侵害してますからそうですよね。だから真っ先にまず企画立ててたフード社っていう会社かな、が行って黒猫大和の宅急便にスポンサーになってくれと。って言って最初嫌がったらしいんですよでもその作中の中で黒猫が出てくると。でしかも物語のすごく大事なポジションとして、主人公キキのパートナーの黒猫のジジがいるわけですから、黒猫がいる、黒猫が出るのじゃあっつってどんだけ黒猫が好きなんだ黒猫大和は会社名してるくらいですからよっぽど黒猫が好きなんでしょうけど、でその黒猫大和の宅急便にスポンサーになってもらうってことになって、でじゃあアニメーション誰が作るのっていうのでスタジオジブリの名前が上がって、でその時はやっぱりさっきも話しましたけどトトロとか蛍の墓で制作が進行しちゃってましたから、別の人が作ることになったんです。だから実は最初の計画では魔女の宅急便は別の監督がやることになってたんです。でもなんかいろいろあって結局なんだかんだで宮崎駿監督がやるってことになったんですよね。でそういうふうな経緯があってで作り始めましょうと。でさっき言ったように宮崎駿監督的にはもうやりたいことはもうやっちゃったんですよ。カリオストロの城、ナウシカ、ラピュタ、トトロで。で魔女の宅急便で原作がボンって出てきました。何をやればいいんだと。っていうので本当にね悩んでたらしいんですって監督が。でそれで鈴木敏夫プロデューサーと散歩してお茶して行ってる時に鈴木さん俺何やればいいのってこの映画でっていうのを本当に言ってたらしいんですよ。でその時に鈴木敏夫プロデューサーがもうあの人なんか適当に言うのが癖らしくて、その場しのぎで何か言うでそれでね物事が動き出しちゃうらしいんですけど、多分いろんなこと考えてるんでそういう時にポンってなんか的を得たことを多分言えちゃう人なんでしょうね。だからああいうポジションでずっと長年やってこられてるんだとは思うんですけど、それで宮崎監督が鈴木さん俺はこの映画で何をやればいいんだって魔女の宅急便についてで鈴木敏夫プロデューサーが宮さんと僕よくよく考えたらで魔女の宅急便はほら女の子が主人公ですから、思春期を真正面からやったことってないですよねっていう話をしたら宮崎駿監督がそれだと即答でその場でリボン書いてこれが思春期ですでキキのリボンが確定したのっていう経緯があったらしくて、そこから魔女キキのその思春期を描くっていうのが軸になってそれによって原作をものすごい手入れ出したんですよ。
で実際原作のその児童文学の魔女の宅急便を私も全部ちょっと読んでないんであれなんですけど、だいぶね内容変わってるらしいんですよ。登場しないはずの人物がいたりとかそのキャラクターの立ち位置がちょっと違ってるとか、物語の展開がどうのとかいろいろ細かいところがで児童文学っていうところで魔法もっとねファンタジー寄りの内容なんですって。で魔女の宅急ジブリアニメの場合はその魔法っていうものをあくまでも個人の特技、得意なもの、そういう才能の一つっていう位置づけにあえてして、なので万能じゃないんですよね。で一応ちゃんとその作品世界のルールっていうのがちゃんとあるんですよ。で児童文学とかファンタジー寄りってなるとなんとなく雰囲気でまあまあみたいなっていうふうな許されるような世界観でやるのがああいうね児童文学とかファンタジーのおとぎ話みたいな、そういうふうな杖を振ったらなんでかぼちゃの馬車になるのかみたいなノリですよね。そういうのが許される世界観で描かれてる内容ではあるんですけどジブリアニメとして起こす時はあえてもうちょっとこうリアル寄りというかちゃんと作品内のルールが明確にあるっていう。だからもう最初にその宮崎監督的に話をこう設定として詰めてたのはなんで飛ぶのかっていうとこから、魔法なんですけどほうきが飛んでるのかとか、ほうきが飛ぶだけだったらお股が痛いよねとかね、なんかそういうことを考えてじゃあなんで飛んでるのかでキキが触ったものを飛ばす力があるっていうようなその本人の中でちゃんとルール付けて、それに基づいて描写が全部なされていくんですけど。そういう風な感じでこう組んでいく中で結局魔女の宅急便のテーマっていうかこう女の子思春期を描くっていうところで話の構造としては鈴木敏夫プロデューサーが読んだ時に田舎から上京してきた女の子が仕事とかそういったもので奮闘して苦労してそれを乗り越えていくお話っていうような基本構造ができて、だからキキがこう直面するのってなんかそういうこう妙にリアルっぽいみたいななんか生々しいシーンがいっぱいこうエピソードで連なってるんですよね。で肝はですねそのお話のどうのこうのっていうのはとりあえずこれはこの動画の趣旨じゃないんでそれはもう見れば分かりますしそこは楽しんでいただければ全然いいんですけどそういったシーンのその構造っていうのは全くもって男の子に響かないはずなんですよ。本来であれば。女の子を受けする実際今までの宅急便は女性の支持率は高いので、女性受けはやっぱいいんですよね。でも私のように私の正義じゃないわ趣味も大概あれですけど、やっぱ魔女の宅急便面白いんですよね。好きなんですよ。で男の子が喜ぶ要素がないはずなのに楽しく見れてしまうんですよ。なんでかこれが宮崎駿アニメの特色なんですよね。その女の子の心の動きとかそのエピソードの連なりの合間に入ってくる飛ぶ気持ちよさ、やっぱ魔女っていうところでほうきで飛ぶっていうのはもう宮崎アニメが宮崎駿監督が今までナウシカだカリオストロンルパンだラピュタだもうでトトロもねなんだあれですかもう飛ぶんですよとにかく、宮崎駿のアニメはで飛んで気持ちいいわけです、もうそれにもう題材としてはぴったりなんですよね。魔女の宅急便は飛んでなんぼですから。でその飛ぶシーンっていうのがものすごい効果的に使われてるんですよ、その場面転換とか移動とか、で面白いのがこれ久石譲作曲家の、もうずっとジブリ宮崎駿監督のアニメの音楽を担当されてきている作曲家の久石譲さんが魔女の宅急便のアルバムかなんかのインタビューかなんかでやっぱ言ってたんですけど、とにかくその感情にあえて音楽を乗せないっていう作り方をしてたと、魔女の宅急便っていうのはその場面転換とか飛んでて気持ちいい時に気持ちいい音楽を流すっていうのを意図的にやってるんですね、作り方として。でそういったのでなので気持ちいい音楽を気持ちいい飛んでる映像を見る、なので気持ちいい映画になってるんですあれ。だから一つ一つの危機のエピソードはこう妙にリアルでなんかねこうなんでしょう偶然の連なりとかものすごいいい人たちに守られてとか手伝ってもらってとかっていう意味でのご都合主義ではあるんですけども、なんかね納得して見れるエピソード連なりにやっぱちゃんとなってるわけですよ。でその合間でそれだけ見てたらやっぱ男の子はつまんないですけど、気持ちよく飛ぶんです、気持ちいい音楽とともに。だからねアニメーション映画としてちゃんと見れてしまうんですよ。だから魔女の宅急便は面白い映画としてちゃんと見れるんですよ。ルパンだナウシカだラピュタだトトロだの
とそれ以降の「紅の豚」だとか「もののけ姫」だとかそういったいろんな宮崎駿監督の作品で「千と千尋」だとかねありますけど、魔女の宅急便っていうのは一つ起点になってて、で今までのそれまでの映画っていうのはぶっちゃけ評価は高かったけど興行収入的にはそんな大したことないんですよ。でそれはもう実際作ってる側がそこを意識してない。実際スポンサーである徳間書店がOK さえ出してれば誰も文句言わなかったっていう状態だったので、そこで魔女の宅急便を取り組む前に鈴木敏夫プロデューサーが宮崎駿宮さんも次で終わりだねっていうようなことを言われたんですね。結局ナウシカやってラピュタやってトトロやってやっぱり売上的興行収入的にはやっぱ下がっちゃってたので、それで下がってたところで次で終わりだ、でも作ってる側は楽しくてやってますからそんなこと意識もしてなかったんですけど、そういう見方もあるしそういう評価もあるし、そういうふうに実際今見られてるんだなっていうことを初めて自覚して、で本人は本当にそのことを言ってくれて今でも本当に感謝してるっていうふうに本人は鈴木敏夫が言ってるんですけど、でその足でじゃあ魔女の宅急便をどうやったら売るのかというふうなところに思考回路を切り替えて、で日テレにまずスポンサーになってくれと。でそこから金曜ロードショーでジブリの作品が流されるようになり、で日本テレビが出資して魔女の宅急便をもう全面的にテレビ局がアピールすることになって、でそこからですよね世間がジブリアニメを宮崎駿のアニメをみんなで見るものにどんどん空気が変わってたんです。面白いアニメがある、実際レンタルビデオとか普及しだしてちょっとずつ見られるようにはなってきてましたけど、テレビでパッて見てあれ面白いって直感的にやっぱ思えちゃう。でそういうのを繰り返し見てるうちにでしかも今度最新作が出ますというふうなところでいくと結果的にそれが全部うまいこと噛み合って、で魔女の宅急便はその年の一番のヒットで、当時のアニメーションの興行収入も塗り替えたんですかね。だその時は確か宇宙戦艦ヤマトかなんかが興行収入アニメの日本アニメの一番の興行収入は宇宙戦艦ヤマトだったらしいんですけど、それを塗り替えたとっていうようなこれ大ヒットしたんですよね。でここで一つポイントになってるのはまず監督は宮崎駿、で音楽は久石譲さんが作曲家でやってますけど、音楽プロデューサーは高畑勲なんです。高畑勲監督がやってるんです。あ、そうなんですか。はい。でプロデューサーは鈴木敏夫プロデューサー、で実は魔女の宅急便エピソードとしてキキがその老婦人と知り合いになって孫の誕生日にニシンのパイを送ってあげたいから、来てもらったんだけどオーブンの火が上がらないんで出来上がらないわみたいな、それをキキがパーティーの約束をしてるんだけども、オーブンの仕込みをやってでニシンのパイを作って、でその老婦人すごくいい優しくしてくれる老婦人の孫のために雨に濡れながら届けたら私このパイ嫌いなのよねって言われるんですよでそういうふうな、エピソードがあって、でそこから落ち込んでそれを復活するっていう、流れがあるんですけど、実はそこで終わるはずだったんですって。最初の脚本はそこで終わるはずだったらしいんですよ。でここで終わればいい映画なのにって実はスタッフもみんな思ってて、で後年映画評論家も実はそういうこと言ってたらしいんですけど、でもそこで終わってたら娯楽作品としては物足りないっていうのが鈴木敏夫プロデューサーの発想だったんですって。でそこで風に煽られて飛んでっちゃった飛行船にトンボが捕まって、それを飛べなくなったキキがかろうじて飛べるようになって助けるっていう最後のクライマックスのシーンが、追加されたんですって。しかも追加されるの作業的にもすごい大変だったらしいんですけど、でも娯楽映画としてはこれは絶対外しちゃダメだっていう鈴木敏夫プロデューサーがもう言い張って、でそれ言ったら宮崎監督がそれ入れた方がいいと思う、よしやろうっつって宮崎監督が2つでやっちゃうらしいんですけど、でそういう風な流れがあってスタジオジブリの総結集なんですよね。高畑勲音楽プロデューサーで宮崎駿監督で鈴木敏夫プロデューサーの売るっていうところでの娯楽作品というサービスっていうお客さんに対してのサービス精神っていうものが結合されて出来上がってるのが魔女の宅急便。あれは一つの素晴らしい作品ではあるんですけど、いい意味で優れた商品なんですよね。ちゃんとその辺のスタジオジブリが提供できるその当時の最高の商品なんですよね。全部の要素がきれいに噛み合ってるんですよ。実際オープニングのユーミンの歌とかエンディングのユーミンの歌とかあれねものすごいハマってるんですよなんか異様なハマり方してるんですね。びっくりしましたからね、あれ最初見た時も。で
そういう風なところで魔女の宅急便はそういったもの自体の出来もいいところに、その日テレのバックアップ、でスタジオジブリの作品をみんなで見るみたいな風潮がこう全部うまく積み重なって爆発したっていう、そういう風な流れがあるので、そこからですよね。今までアニメーション作家としてやりたいこと、こう構想してた宮崎監督が構想したものがやりきりました。でそこから次の段階に行くための魔女の宅急便を作った上で紅の豚だとかもののけ姫とか千と千尋だとかでハウの城だとかっていう、でそういう風なあれはもうそれはもうそういうのも全部ひっくるめた新しい宮崎駿の世界になってますから。魔女の宅急便っていうのは実はテーマ的には女の子受けするはずなのに万人受けになってしまうっていうのは、これは宮崎駿の映像の特徴ですよね。だから実はジブリアニメの中でまず宮崎駿っていう作家があると言いますと、でジブリアニメ何がまず見るのかっていうのは個人的には実は魔女の宅急便が一番いいんじゃないかっていう話ですね。トトロだとやっぱちょっとファンタジー色がやっぱ強くなりますし、その子供向けみたいな要素がやっぱ強くなるので、そういう意味ではちょうどよくなんかアニメーションが見たいっていうところでいくと、子供が見てもちょっと背伸びをしようとしてる危機に共感しやすいと思いますし、で男の子にしてみたらちょっとエピソードとしては物足りないんだけども、宮崎駿の映像が気持ちいいわけですから、でそこからその辺を織り込んだアクション活劇ってなるとルパンだ、ナウシカだ、ラピュタだ来るわけですから、だから入門編として見るには一番いいんじゃないかっていう気はしますよね。そういう風なで物語全体のこう面白い構造の一つがやっぱ改めて見た時に思ったんですよね。まず主人公キキがいます、で出会う人たち、まずお園さんがいますよね、パン屋のお園、で最初に依頼をしてくれる綺麗なお姉さんがいるんです。でこの綺麗なお姉さんの飼い猫がジジのつがいになる猫がいたりするんですけど、でその綺麗なお姉さんで落ち込んで、その途中で知り合う絵描きの女の子、ウルスラって女の子がいるんですね。でニシンのパイのエピソードで絡んでくる老婦人、全部女性なんです。でそれぞれ違う世代の女性なんです。だからキキがこれからなっていくであろう世代の先輩たちとの交流が描かれてるんです。でお園さんとかそういったものもそれぞれ立場からそれぞれ世代からキキをアドバイスしてくれる。だからキキのその成長っていうものを無理なく実は描くために必要な人物配置になってるんですよね、あれね。うまいことやってんなと思ってさすがだなと思いましたけど、改めて見た時で魔女の宅急便の一つの大きな謎としてですね、キキがその話の途中で飛べなくなるんですよね。で黒猫のジジの声も言葉も分からなくなって、で飛べなくなりました。でそんな時にトンボが飛行船で飛ばされちゃってみたいな、そういう風なのがあって、で最初見た時はなんか飛べないことがなぜ飛べるようになるのかみたいなのがうまくね繋がってなかったの、で意外と見てる人はそんなに受け入れてるだけなのかもしれませんけど、私はこの個人的にすごく長年引っかかってて、でいろんな説があるんですよね。実はキキがお年頃というか女の子特有の月のものが始まっちゃったせいなのかとか、なんかそういう風ないろんな説もあったりなんかするんですけど、今回改めて見た時にもっとシンプルだってことが分かったんですよ、ようやく。結局その世界観の中であくまでもそのキキの魔法、空飛ぶ魔法も含めていた特技の一種、才能の一種だから答えを実は本編でちゃんと言ってるんですよね。その絵描きの女の子のウルスラのところに飛べなくなったキキが、で思い悩んでるところにウルスラが遊びに来てくれて、でそれで泊まりに行って、いろんな話をして元気づけられるっていう、流れがあるんですけど、その中で絵描きのウルスラが「いや私もしょっちゅう絵が描けなくなる」と。で絵が描けなくなることあるんだけども、とにかくもがくしかない、描いて描きまくるとか、一切描かないとか、いろんなことして、でも描きたいっていうのはやっぱ自分の中にあるものだから、だからそれはいずれ描けるようになるとっていうふうなアドバイスをしてくれるんですよね。でこれは結局そのまんまの意味なんです。キキの飛べなくなってるとはただのスランプなんですね、一言で言ってしまえば。とにかくもがいてればいずれ飛べるようになるから、気にしなくていいんだみたいな、そういうようなお話が最初にされてるんですけど、なんかね魔法はやっぱ特別なものみたいな先入観でやっぱ見てるんで、うまくつながってなかったんです。でも今回改めて見た時になんだこれでいいんじゃないかみたいなごく普通のスランプの話なんです。だから絵描きの話は結局宮崎監督がそうだからですよね。絵を描く人だからです。自分の体験談としてやっぱ
こう自分の経験してきたことをこうキャラクターに喋らせてるみたいなところが多分ありますから、だから書いて書きまくったりとか書かなくなったり、実際本人もやったんだと思うんですよね。それでスランプを脱出できたっていう、そういうふうな経験談をこう自分の実体験を元に言えるエピソードがあれなので、だからそれとその魔法がうまくつながらない私のような視聴者はピンとこないんですよだから長年謎だったんですけど、で今回改めて見た時になんだこれでいいんじゃないかみたいな、飛べなくなったことに特に理由はないんですよ、ただのスランプなんです。ただ問題はこのただ流れだけでいけばこれで済む話なんですけど、ロジック的に複雑にしてるのが、ジジの声が最後までわからないで終わるんです、姉が。一回魔法が弱くなってジジの声が分からなくなるんです。でトンボがピンチの時に飛べるようになって、でトンボを助けて、で大団円として、話が終わっていくんですけど、最後の最後ジジの声が分からないで終わるんですよ。でそれでエンディングに突入するんです。でこれが結局回復しきってないだけなのかなのかいろんな解釈ができるんですけど、宮崎監督的には魔法は全部ちゃんと回復するっていう風なことはもうしないって、あえてそんな都合のいい魔法はないみたいなよくわかんないこと言って魔法の質が変わって新しく飛べるようになって、おそらく魔力と飛ぶっていうことに対しては新しい力を身につけたんだと思うんですけど、実際これねエンディングのシーンでそのトンボが人力飛行機で飛んで、キキと一緒に飛ぶっていうのが、エンディングで歌とともに流れてるんですけど、そこで水面に落ちそうになってるそのトンボの飛行機をキキが持ち上げてあげるみたいな描写があるんですよ。でよーく見たら糸で釣ってるんです、あれ。キキがそのトンボが乗ってる飛行機についてる糸か紐かをつまんで持ち上げてるんですよ。あれは最初で話したキキが触れたものを浮かす力があるっていう設定がそこに入れるみたいな話なんですよねそこに入れてくるかみたいなっていうような感じで、多分おそらくそういう風な描き方なんだろうなと思ったんですよね。だから魔法としては強くなってる。でも多分ジジの声っていうのは多分最後まで分かんないで終わってるんだと思うんですよ。でも見てる方としては回復すればいいのにみたいなのはあるんですけど、今回そういう風なものを含めて持ってた私が改めて見た時に、ここでジジの声が聞こえなくなり魔法の質が変わって終わるっていうことによってちゃんと終われるんだなっていうのが分かったんです。それじゃなくて普通にジジの声もちゃんと聞こえますみたいな風な終わり方してるとね、続きが見たくなるんですよ、無駄に。なんかその後の魔女の焚き火みたいな魔女の焚き火2が中で見たくなるんですよ。元の状態に戻るっていう風な、魔法が回復しました復活しましたみたいな、ジジの声も言葉も分かりますみたいな風な終わり方してたら、続きを見たくなる欲求で多分ね相当強くなったんです。でもジジの声が聞こえなくなる、言葉が分からなく、ジジの言葉が分からなくなるっていう風なのをちゃんと残したまま終わるってことは、危機の危機を取り巻く環境がそういったものが次の段階にも進んでるので無事に、なので今までずっと見てきた魔女の宅急便の世界観がちゃんとで終わったっていう感じにねすごくなったんですよ。これ言葉が分からなくなるっていうことで終わるっていうことはそういう効果があるのかなって個人的に、あくまで私の捉え方ですけどね、私はそういうふうにうまくねちゃんと終われたんですよ、魔女の宅急便を、無事に見終われたんですよっていうふうなのが、あったりなんかして、っていうことで魔女の宅急便っていうのは宮崎監督が取り巻くその音楽的なものとか、その飛ぶ気持ちよさ、だからテーマ的なものをどんなテーマで扱おうとも宮崎駿の演出で見せればこうなるんだっていうふうなのがやっぱりよく分かりますから、そういったところで違う視点で見ても非常に見応えのある作品なのではないかなというふうに思いますんで、以上魔女の宅急便でした。ありがとうございました。